これは地球外惑星から送信された初のデジタル画像です。火星を写したものですが、明らかにデジタル画像には見えません。なぜこれが初の火星からの画像となったのか。そしてなぜ歴史的快挙と称えられるはずのこの画像が当時の人々を絶望させたのか。火星探査の始まりとなったマリナー4号の物語を60年前の実写画像とともに紹介します。太陽系の第4惑星火星。直径はおよそ 6800km で地球の半分ほどの大きさ。表面積は地球の陸地面積とほぼ同じです。地球との距離は平均2億 2800km で、光だとわずか13分で到達できます。金星と並んで身近な惑星ということもあり、100年以上前から望遠鏡での観測が行われていました。これは1877年にイギリスのアマチュア天文学者がスケッチした火星の地図です。おそらく世界で最も古い火星の地図の一つだと思われます。一方、ほぼ同じ時期にイタリアの天文学者であるジョバンニ・スキアパレッリも火星の地図をスケッチしていました。150年前の原始的な望遠鏡と手書きだけでここまで鮮明な地図を描いていたのです。昔の天文学者も侮れません。二人の天文学者は互いに正当性を訴え続け、最終的にスキアパレッリの地図が世間に認められるようになりました。スケッチで最も目を引くのは網目のように張り巡らされた線状の地形。彼はこの地形をイタリア語で溝を意味するカナーリと名付けました。後にこの溝は目の錯覚であることが判明します。ところがカナーリが運河という英語に語訳され、知的生命体が存在する証拠として世間に広まってしまいました。スキアパレッリがこの溝を人工物だといった記録はありません。ただ、1800年代後半はスエズ運河が開通したり、パナマ運河の建設工事が始まった時期でもあります。当時の人々にとって運河とは文明の象徴だったのです。スキアパレッリの地図にひときわ感化された人物がアメリカの実業家であるパーシバル・ローウェル。線状の地形を知的生命体の作った運河に違いないと考えたローウェルは、急いで天文台を建設して火星を観測しました。望遠鏡を覗いてみると116本の運河を発見。火星の北極と南極から乾燥した赤道付近に向けて水を送るためのものだと考えました。運河そのものを目の錯覚だと否定する学者も少なくありませんでしたが、刺激的な話題に流されるのはいつの時代も同じです。知的生命体がいるというローウェルの主張は世間に浸透し、火星人を題材にしたフィクションが大衆文化にあふれ返りました。たった100年前まですぐ隣の惑星に知的生命体がいるかどうかが真剣に議論されていたのです。現代では火星の周回軌道上にある人工衛星が 200km 以上離れた地表の物体を数メートル単位で見分けることができます。ところが当時の望遠鏡では火星をぼやけた白黒の塊のように映すのが精一杯でした。しかもこの画像は火星が地球に最も接近した最高のタイミングで地上から撮影されたものです。この不鮮明な画像が火星に知的生命体がいるという想像をさらに膨らませていきました。火星への関心が高まっていた1960年、NASA はついに小型の探査機を地球の外に送り出すことを決定します。史上初の惑星探査ミッション、マリナー計画の始まりです。1957年、ソ連が世界初の人工衛星であるスプートニクの打ち上げに成功。この出来事は軍事技術においてソ連がアメリカの一歩先を行っていることが世界に知らしめられたことを意味します。当時はソ連とアメリカが水面下で対立を深めていた冷戦時代。第二次世界大戦で国際的な地位を確かなものにしたアメリカにとってソ連に遅れを取ったことは大きなショックでした。1958年、アイゼンハワー大統領の要請によってアメリカ航空宇宙局 NASA を設立。ソ連との本格的な宇宙開発競争に突入しました。
人類初の惑星探査ミッションであるマリナー計画の記念すべき1号は、ロケットがコースを外れるという大失敗に終わります。その予備として設計されていたマリナー2号が史上初めて金星に接近しました。マリナー2号は金星の約 34,800km 上空を通過。金星の昼側の温度を計測し、摂氏200度を超える恐ろしい環境であることを明らかにしました。マリナー2号から始まった金星探査については別の動画で紹介しているので、合わせて視聴することで理解が深まるかと思います。続いて打ち上げられたマリナー3号は、打ち上げそのものには成功したものの、大気圏上昇中にアクシデントがあり、役割を果たすことは叶いませんでした。その予備として運用されたマリナー4号こそが、史上初となる地球外惑星の画像の撮影に成功します。マリナー4号は、4方向に太陽光パネルを広げた形に設計されました。これによって、火星で 310W の電力を生み出すことができます。奇妙な形に仕上げたのは、宇宙空間で無駄に回転することを防ぎ、機体を安定させるための工夫です。頭上に高く伸びた棒は、地球と通信するためのパラボラアンテナ。カメラからのアナログ信号をデジタル形式に変換し、地球に送信するための装置です。写真1枚を地球に送るのにかかる時間は、なんと8時間以上。今となってはカビの生えたテクノロジーですが、当時では最先端の探査機でした。1964年11月、ついにマリナー4号が火星に旅立ちます。太陽の周回軌道に乗ったマリナー4号は、およそ8ヶ月をかけて火星を目指します。当時は火星を周回したり、ましてや火星に着陸したりする技術はありません。そのため、マリナー4号は火星のそばを横切り、そのわずかな間に急いで写真を撮影するしかありませんでした。宇宙船が天体の近くを通り過ぎることをフライバイと言います。マリナー4号が火星に到着するまで、職員は寝る間も惜しんで作業に勤しみました。到着前にいくつかの不具合があったものの、1965年7月14日、マリナー4号は火星から 9846km の距離まで接近。赤と緑のフィルターを通して撮影を行いました。撮影自体は約25分後に終わりましたが、地球に画像が送られるまでには8時間近く待たなければいけません。現代では大して待つこともなく完成した画像を見ることができます。しかし当時のプロセスは、マリナー4号から送られてきた画像のデータは数字に変換されて紙に印刷されます。完成画像は4万ピクセル。その一つ一つに白黒の濃さによって0から63までの番号が割り当てられ、それをもとに画像をつなぎ合わせていくという流れです。しかし、人類初となる火星の実写画像が完成するまで何時間も待つというのは、探査機を見守る職員にとって拷問に等しいものでした。やがて待ちきれなくなったエンジニアの一人が地元の画材店でパステルを購入し、紙に印刷された数字に従って色を塗り始めます。コンピューターが処理を終える前に手作業で完成画像を再現しようとしたのです。こうして完成した世界初のデジタル画像が冒頭で紹介したこちら。そこには期待されていた火星人の運河も発展した街も何一つ映っていませんでした。絶望する人々にマリナー4号による火星の計測結果が追い打ちをかけます。日中の気温が摂氏マイナス100度であること、地表の気圧が地球の海面の約 1% しかないことが明らかになったのです。これでは水が液体として存在することはできません。そして火星を取り囲む放射線体に至っては検出することもできませんでした。これは火星が宇宙から降り注ぐ有害な放射線や太陽風をほとんど防げないことを意味します。知的生命体どころか原始的な生命の存在すら絶望的となり、火星人との開口を夢見ていた大衆の理想は打ち砕かれました。後から遅れて届き始めた画像は
火星が地球とはまるで別世界であることをはっきり示しています。これは初の火星の拡大画像。幅約 330km、長さ約 1200km の範囲を映したものです。白黒で画像もかなり荒いですが、左側の縁の上に見える霞んだ部分には雲がある可能性が指摘されています。これらは表面のクレーターをはっきり捉えた初めての画像です。高低差が分かりにくいものの、ところどころにくぼみが見られます。月と同じように隕石の侵入を拒めないほど大気が薄い証拠です。マリナー4号が撮影した領域は火星表面の 1% 未満。全くの偶然ですが、この領域は火星で最も古く、最もクレーターの多い地形の一部であることが後に明らかになっています。マリナー4号のミッションが始まった頃には、学者の多くが火星の知的文明に否定的な見解を持っていました。そんな彼らですら、火星がこれほど殺風景な惑星とは想像していなかったかもしれません。火星が生命の楽園に違いないという期待は、マリナー4号によって否定されました。ただそれも含めてマリナー4号の功績は非常に大きいものだったと言えます。多くのクレーターで覆われ、地質学的に死んでいるように思えた火星。それに失望した学者がいる一方で、新しい可能性に胸を膨らませる学者もいました。もし火星の環境が数十億年前からほとんど変わっていないとしたら、未だに謎に包まれている地球の過去を解き明かすヒントになるかもしれない。そう考えたのです。46億年前に生まれた地球ですが、誕生から数億年間にわたる初期の環境を知る手がかりは、激しい隕石の衝突によってほとんど残っていません。しかし、地球と隣り合った火星なら、誕生して間もない地球の様子や生命の誕生にまつわる重要な痕跡が見つかるかもしれないのです。マリナー4号は火星に知的生命体がいるかもしれないという古い認識をアップデートし、地球と生命の歴史を紐解く手がかりを持った惑星として再定義したと言えます。今回のミッションで手に入った火星の拡大画像は額縁に入れられてジョンソン大統領に贈呈されました。ニューヨーク・タイムズ紙はマリナー4号の勝利と題した社説を掲載。人類史上初めて成功した火星探査ミッションとしてマリナー4号の偉業を称えました。最後に火星を去った後のマリナー4号とその意志を継いだマリナー探査機の活躍について見ていきます。ミッション完了後、火星を通り過ぎたマリナー4号は太陽の裏側に進みました。マリナー4号は当初の運用予定をはるかに超えて、太陽周回軌道上で約3年間も活動を継続。後に金星に向かったマリナー5号と連携し、探査機との連絡が終了する1967年12月31日まで太陽風の観測を行いました。1969年には双子の探査機であるマリナー6号と7号が初の二重ミッションとして火星を通過。合わせて100枚以上の画像を撮影し、火星表面の様子をマリナー4号よりも鮮明に捉えました。この時、大気の約 97% が二酸化炭素であること、夜間の気温が摂氏マイナス73度からマイナス125度まで変化するという分析結果が出ています。1971年に打ち上げられたマリナー9号は火星を周回した最初の探査機となりました。撮影中に太陽系最大の地形といわれるオリンポス山やマリネリス峡谷を発見。クレーターばかりと思われていた火星で起伏に富んだ地形が見つかったことで、火星が地質学的に死んでいるという従来の見解を否定する証拠となりました。マリナー9号は姿勢制御用のガスを使い果たす約1年の間に火星の 85% をカバーする地図を作成し、7329枚の画像を撮影しました。火星を目指すマリナー計画はマリナー9号の大成功が最後となりました。そして同年にはソ連が打ち上げたマルス2号と3号が火星への着陸に挑戦。2号は軟着陸できずに墜落し、
3号は着陸に成功したものの、わずか15秒で通信が途切れてしまいます。ソ連の失敗から約5年後、ついに NASA はこれまで宇宙から見下ろすだけだった火星の地表へ降り立つことに成功します。バイキング計画。探査機をフライバイさせて画像を撮影するだけでも難しい状況の中、安全に地表へ着陸させ、火星の新しい姿をかつてないほど鮮明に捉えたのです。バイキング計画についての動画は現在制作中なので、気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。